シビックのセダンのモデルでシビックフェリオという名前ですね。グレードはですね VIRS ロイヤルグレープパール、これ紫なんですよ。はい、よし君こんにちは。こんにちは。今日は3月の2日、もう時刻は5時25分、日は暮れてます。そうです。そして花粉が厳しい季節ですね。今日はうちは花粉って毎年この時期になると花粉が飛びますよね。はい、で適当に雨が降りますよね。はい、でそれがこう固まってシミになるのが僕ら車屋さんにとっては一番怖い。まあお客さんもそうだと思うけどさ、はい、車乗ってる人もね。なんで花粉がついたらすぐきれいに洗うと、はい、っていう形で、全車洗車をして、こんな感じでやっておりますと。はい、でですね、早速いきましょう。もうちょっと時間も日も暮れて撮れなくなっちゃうので、はい、今日は多分この動画1本だけになるんですけれども、今日紹介させてもらう車、はい、早速ご案内します。何の車か分かりますよね。シビックのセダン。シビックのセダン、はい、半分正解ですね。シビックのセダンのモデルで、はい、社名はシビックフェリオという名前ですね。フェリオ、はい、フェリオ、シビックフェリオっていうのがこの年代のシビックのセダンのことを表します。シビックっていうと、やっぱりヨッシーもイメージあると思うけどさ、3ドアのハッチバックだよね。どっちかというとそっちのイメージ。どっちかというとそっちのイメージだよね。はい、でフェリオってがつくと、4ドアのセダンになると。はい、フェリオっていう名前がついての、セダンモデルはこれで2代目になるのかな。はい、でこの次の方までやっぱシビックフェリオっていう名前を使ってたんだよね。はい、でも最近はもうシビックはさ全部5ドアとか4ドアとかじゃん。5ドアなのかあれはっていう感じです。ただシビックセダンっていうのも実は正解で、昔はシビックセダンっていう形で出てて、はい、シビックのセダンモデルとしては、この車は確かに6代目になるのかな。シビックってやっぱそれぐらいホンダの中でも歴史がある車なので、はい、ホンダのコンパクトカーといえばシビック、はい、で僕らの古いイメージだとシビックのハッチバック、シビックといえばハッチバックみたいなイメージではあるんですけれども、はい、最近はねシビックといえばスポーツカーで5ドアの大きいシビックがね最近の主流になっちゃいましたけれども、はい、そういう感じです。今日はこのシビックフェリオを紹介させてもらいます。年式がですね1999年式、はい、平成でいうと11年式になります。はい、で、毎度ご説明しているように登録月は2月登録の車です。2月登録ということは今が2020何年ですか。26年の2月ですよね。3月か。今日3月ですね。はい。ということは25年。5年。言ってない。言ってるよ。言ってますから。そう。ジャスト25年と1ヶ月経ったところなんですよ。ちょうど。はい、でちょうど3日前ぐらいに、ホームページの方を上げさせていただいて。はい、でインスタの方にも上げたんですけれども、はい、例のごとくやっぱりアメリカの人から、めちゃめちゃ DM が来るとっていう人気の車でございます。はい、はい、でですね、内容を言うと、1999年2年の2月登録、走行距離が12万3700キロ、はい、で、修復歴はなし、はい、で車検はなしで、シフトは、純正の5速マニュアルと、はい、で、グレードはですね VIRS っていうグレードになって、はい、シビックフェリオってね俺も実はそんなに詳しくないんですよ。はい、で一応それなりにちょっと調べたんですけれども、エンジンだけでもね同年代で5機種ぐらいあるのよ。そんなにある。そんなにある。 1.3 リッターと 1.5 リッターで、その中でも VTEC ついてるのついてないので、上は 1.6 リッターの VTEC か、はい、っていう形のモデルがあったりとかしてて、結構いろんなモデルがあるんですけど、じゃあこの車はどんな車なのっていうと、VI っていうグレードがベースの RS っていうちょっとスポーティーに振ったグレードと思ってもらえればいいと思います。はい、で何が違うのっていうと、前後のブレーキが、ディスクブレーキになってます。はい、っていうことは、ドラムブレーキだったのかな、リアは。これマイナーチェンジ後のモデルなんだけどさ、はい、前後のブレーキがディスクブレーキになっていて、でフロントのブレーキの容量が、上がって、であとストラトンタワーバーが標準装備になって、あとはエアロフォルムの、バンパーになったと、はい、っていうのが、大きな特徴になってます。はい、でサスペンションも変わってるんだけど、これ車庫帳に変えちゃってるからそれは多分あんまり意味なくて、はい、であとはですねこのボディカラーですね。はい、これごめんなさい、もうちょっと暗くなっちゃったからあれだよね。このボディカラーがロイヤルグレープパールっていう、パープルじゃないんだ、グレープが紫のことを表してるのかな。そういうことですね。うん、そうこれ紫なんですよ。この紫も、このグレードのみの設定、専用色らしいです。
まあ綺麗だよね。綺麗です。という感じのお車でございます。はい、OK ですか？はい、はい。初物になるかな、うちだと。初物シビックフェリオの後期モデルのちょっと走りに振ったグレードの VIRS っていう車の、まあ見た通りちょっと手が入っているお車という感じでございます。今日はこちらを紹介させてもらえればと思います。 OK ですね。はい、タイムリミットはあと10分ぐらいか撮れるのは、はい、短い動画になるかもしれませんが、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、じゃあよし君早速行きましょう。はい、車内はさっき説明した通りなので、省略しましょう。はい、まずはですね、定番の外装の傷を説明しながら、まあ、ちょっと改造しているところをお見せいたしましょうという感じで、はい、パッと見結構いじってそうなんですけど、はい、実はですね全然いじってないんですよこの車。あ、そうなんですか。そう、意外とねそんなに手は入ってないです。はい、まずは、はい、外装の傷でいうと、フェンダー周りですかね。フロントフェンダー、これだけ車高を下げてるんで、これ目いっぱい切ると当たるんですよ。で、ちょっとここに傷があるのが分かるかな。はい、はい、っていう感じですね。でアルミホイールはこれね AV12、8.5J16 インチだそうです。やっぱねいかんせん僕ホンダ車あんまり分かってないんだろうね。純正、あ、社外ですよ。こんな純正ないです。ここだけホンダになってる。そうだね、センターキャップはそうだねっていう感じでした。でもまあこれはこれでかっこいいよね。はい、そうやっぱりまあ自分が乗ってるから日産、またよくは取り扱うトヨタですか、はい、まあそこら辺は多少知識はあるかなっていうのはあるんですけどね、はい、ちょっとごめんなさい疎いところがありますが。であとは後ろ回ってもらうと、マフラーですね。はい、マフラーは、エキマニから変わってるんですけど、ゼロファイターのストレートマフラーっていう名目のストレートなマフラーが入っているものの、はい、リアピースだけの交換タイプなんで、はい、そんなに音はうるさくないです。で触媒ノーマルっていう感じですね。はい、はい、で車高に関してはバディクラブの、プロスペックダンパーかのタイプの車高調が入っているという形でございまして、まあ、車高はベタベタに落ちているという感じでございます。はい、で、先に言っておくとぶっちゃけねこの車高だとちょっと厳しいです。はい、厳しいっていうのはさっきハンドル切れる切れないってあったじゃないですか。はい、前切りするとちょっとすっちゃうところがあるので、はい、もうちょっと上げたいよねっていうのもあるし、はい、これオークションで買ってきてさ、俺自走で走って乗って帰ってきたんだけどさ、はい、高速道路でやっぱちょっと大きめの段差とかだともう底付きしちゃうのよ車高調が。だからもうちょっと上げないと、もう許容範囲をオーバーしちゃってるので、ストロークの許容をね、はい、なのでもうちょっと上げて走ってあげたいなっていうのはありますけれども、はい、まあこういう車ってみんなもうその乗り心地は捨ててるんでしょ。昔俺もベタベタの車高の車乗ってたんでよく分かりますけれども、はい、もう乗り心地とか段差とか気にせずさ乗ってる人たちも多いので、はい、まあそこはお任せしますという感じでございます。あとは車外のアッパーアームが入ってるのかな、はい、っていう感じです。暗くなって取れなくなりそうだから内装先取っちゃおうか。そうですね。よいしょ、エンジンかけます。内装に関しても、はい、ほぼほぼノーマルかな。シフトが延長されてるのとドアの内張りが、スウェード調のこの赤いのにちょっとフロントだけだけどね、はい、張り替えられてるぐらいで、あとは基本的にはノーマル、シートもノーマル、ハンドルもノーマルという形でございます。ですね。でまあタイプ R と違ってシビックフェリオはさっき言ったように基本的にはセダンなので、はい、あんまりスポーツ走行で使ってる車とかは見かけないんですよ。はい、見ないんで、どっちかっていうと外装の傷と錆とかだけ注意してあげれば、はい、比較的コンディションがいい車が多いんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じですね。でも綺麗ですね。綺麗でしょ。はい、うん、っていう感じです。じゃあそのままエンジンルーム行っちゃいましょう。はい、よっと、こんな感じでエンジンルーム変わってるのはこれゼロ線かな。ゼロ線のパワーチャンバーエアクリですね、はい、が入ってるのと、トラコードが入ってるぐらいか。ラジエーターも丸だし、このパワーバーも純正なんですよ。純正、うん、はい、さっき言ってたあとエキバニか。エキバニもこれ確かゼロファイターかな、はい、のエキバニが入ってる。
いた形でございます。はい。あとこの車はちょっとね、これちゃんと追えなくて、平成26年何キロ時かちょっとわかんないんですけど、タイミングレールと交換してあるのと、はい。あとデスビこれね、はい。これも、新品に交換されてるので、はい、まあそっちに関しては安心じゃないかなと思います。はい。今のところは特段不具合なく、まあ、さっき言ったように普通に自動で帰ってきてるんで、はい。そこら辺は問題ないかなと思います。はい。まあ基本こういうところのサビとか、クラッチパー、ここら辺とかにサビ結構出るんですけど、はい。比較的少なめだと思います。エンジンもまあこれは駅張りの方ですけど、まあこれぐらいのサビは重要なんじゃないかなと思いますし、まあ目立つオイル漏れとかもね特にないし、綺麗なエンジンフルもないし、いい感じですね。はい。ね。はい。こんな感じで出てます。フロントバンパーもいいですね。タイプ R のフロントバンパー、こういって純正なのかな。あ、純正だね。純正ですね。FRP 使ってない。VIRS はい。のグレードバンパー、このバンパーだったのかな。であとは下回りのチェックとトランクルーム。はい。はい。でトランクルームはまあセダンなので、まあ、結構いろいろ詰めるよ。はい。あ、そうですね。でっかいですね。容量。そうそう。はい。まあ、本来はね、ファミリーセダンだからさ、はい。なんかそこら辺でいいんじゃないかな。あとは、トランクルーム。しかね、これ止まってないじゃん。止めないとね。今はちょっとまずいですね。まずい。はい。で、あとは、下回りですね。下回りもね、綺麗なの。はい。見える。はい。こんな感じですね。こんな感じでした。はい。あとはホンダ車はジャッキポイントがさ、はい。ホンダ車ってこう日産車と違って結構分かりやすいジャッキポイントがありますね。はい。っていう感じなんで、あんまり潰れてる車を見たことがないので、はい、まあこれに関してもちゃんと分かってるんですけど、はい。まあそこは安心かなと思いますね。はい。はい。で外装で一番気になるのは、ちょっともう今暗くなっちゃったからあれなんですけど、ルーフのよく見ると、よく色あせが出てるの分かる？ああ、そうですね、若干ありますね。そう、これね、一番この車で気になるのかなと思います。まあ、ボンネットはそんなでもないけどね、ルーフはやっぱ一番日が当たるのにね、はい、出ちゃって、僕のイメージ、この年代のホンダ車って結構塗装なんかペラペラで、なんか荒いイメージがあって、はい、この年代の時だから、さっき言ったように1999年とか2000年ぐらいでしょ、はい、その時まさに僕は車屋さんで働き出して、当時新車とかもよく売ってたんで、よくわかるんですよ。だけど、ここら辺が気になる人は、納車前にプッシュかけたり、はい、っていう感じでございました。はい、マフラーをはい、お願いします。ちょっとずらすね。はい。マフラーチェックいきます。お願いします。どうですか？こんな感じで。やっぱいい音ですね。ホンダ車っていいんですよ、音が。吹き上がりもいいし、マフラーの音を表現するときにさ、もうブーンなりフォーンなりいろんな表現方法があるんですけど、ホンダ車は分かる人は分かるんですけど、バーっていう表現をする人がいるんですよ。でこれ何かっていうと、書く音と吸ってるわけじゃないんだけど、吸う音がするんですよ。あ、そういう感じなんですね。そうそうそう。実はここの通りをさ、たまに通るシビッククーペの
人がいるんだけど、直接は知らないよ、知らないけど、仕事終わって大体ね4時5時ぐらいにいつも通るんだよね、向こうからバーって飛ばしてエンブレをかけて、エンブレがそのバーってこうずっといきながらっていう感じ。なるほど。吐く音と吸ってるわけじゃないんだけれども吸ってる音、これが結構ホンダ車の特徴で、高回転回してエンブレとか効かすと結構そこら辺の音がねいい音なんですよ。これはね多分ホンダ車好きな人とかだったら分かると思う、っていう感じですね。バイクで例えるなら、まあ昔のバイクでいうならば鈴木の GS400 とかさ、そこら辺だとちょっとこのチャンネルの操作ちょっと近いから、そういう吸い込み、吸い込み音みたいな、っていうのが結構特徴的。ちょっとOK ですか？じゃあよし君、そんな感じで、今日紹介させてもらったのはシビックフェリー、うちでいうと初物になるかな、っていう感じの車でございました。でシビックは実はね、僕詳しくないとは言いながら、結構好きな車で、実はね、俺はだから19初めて海外旅行、社員旅行で、車屋さんの社員旅行で海外行った時に、グアムだったんですけど、グアム行った時にやっぱ現地で走ってるシビックがみんなフルスモークでさ、向こうは日差しが強いからフロントガラスの半分ぐらいもフィルム貼ってたんだけど、それでかっけえなと思って、で実はこれの1個前の方 EG の方なんだけど、それをね買ったとかっていうのもあるんですよ。持ってたんですね。持ってた。で車高下げて、でダウンサスも確か買うお金なかったらぶった切ったんだけど、すごいですね。ぶった切ると思わなかったあったんですけれども、まあね、そんな感じで結構実は好きな車でしたっていうのもありますし、なんて言ったって大人気映画ワイルドスピードですね。ワイルドスピードの第1話一番初めに出てくるのがシビッククーペ3台から始まったんですよ。まあそれぐらいやっぱりそのなんかこうアメリカのスポホンのこう文化の中でシビックはやっぱちょっと切れない車だと思うけど、まあそんなシビックで、しかもちょっとそういう風ないじり方をしているシビック、かつ一番先言った程度に関しても2万3000キロですか、これだけ程度いって周距離もないので、これはまあまあおすすめできるんじゃないかなと思います。まあ車検取るのはちょっと苦労するというか、車高上げてあれに変えるぐらいかっていう感じでございました。よし君なんか質問あれば。いやちょっとあんまりシビック見ないんで、単純に値段が気になります。そうだよね。なんかうさんくさい会話だね。嘘くさい会話。気になるんですよ。台本みたいな会話。まあいいや、じゃあよし逆にシビックこれいくらなの？これですか？そうですね。250万。250万。ああ、なるほど。でもだからヨッシーもあれよ、もうそのここの子たちに。うちのこの他のラインナップでだいぶ価格感がバグってると思うんですけど、この車はですね、実はその中でも安くて159万5000円。200万いかないです。159万5000円です。そんな車です。ちょっと安いでしょ。安く感じちゃうっていう言い方が表現しやすいかも。そうですね。でも多分ね、他のカーセンサーとかちょっと見てないから分かんないけど、ノーマルでシビックフェリオがあったら多分100万ぐらいで買えると思う。100きついかな今の相場だと。でもそんぐらいの相場なんですね。そう、そんぐらいの相場。なので100万前半ぐらいが多分相場で、まあこれはそのさっき言った1ってあったり周距離がなかったりとか、まあ色が限定色とか、ちょっとそれ付加価値があって、まあ値段はちょっと高くなっちゃう。まあ仕入れ値もめちゃめちゃ高いんですけど、しょうがないんですけどね。っていう感じでございました。なんで結構とても高くなっちゃった車の中では、まあ買いやすいんじゃないかなっていうのもありますし、でかつ言ってもセダン、ファミリーセダン、コンパクトセダンなのでスポーツカーと違って荒く乗られてる車は少ない。そういった意味では程度がいい車もありますし、まあこれに限らずね、まあ値段もこなれてるし、まあ言うてもやっぱりスポーツコンパクトスペコンドといえばシビックだと思ってるので、でこのまま乗っても全然恥ずかしくないからさっきバーンと楽しめる仕様になります。まあ速度スピードがね、絶対的なスピードは多分そんなに速くはないけれども、でも全然面白いと思うんでねっていう感じでございます。OK ですか？折れてるこの暗さ大丈夫かな？ちょっと荒いっすね。次が相葉とスピードします。荒くなってちょっと画質は荒いかもしれないです。次はまた撮ってみましょう。今日はここまでありがとうございました。また施設お願いします。